どうも皆さんこんにちは。おなおドーナツです。ブルーンってなってブルーンってなってましたけど、今日はですね、甘いクリームをたっぷり塗りましたアメリカンスタイルのシナモンロール、こちらに挑戦していきたいと思います。さて、生地なんですけど、やっぱ今の流行りとしてはバターなしとかね、こうお砂糖もちょっと控えめだったり、お砂糖の種類とかもね、なんか体に優しいような材料を使っていく中、ゴリゴリに砂糖とバターを入れていきましたやっていましたという甘々生地で今日はやっていこうと思います。で、あともう一点ちょっと今日やりたいことがあって、シナモンロールを作りたいんですけど、なんて言うんでしょう、シナモンロールのちぎりパンみたいにしたいんですよ。天板にむぎゅむぎゅってした感じにしたいので、ちょっといつもより生地の量を多くしてみまして、で作り方は普通なので、とりあえず大きく伸ばしてみました。いいですね。で、今日なんですけど、いつものごとくね、私が今大ハマりしてる大好きなドイツの先生のレシピでやってみようと思うんですが、ゴリゴリにここにバターを塗ってね、でこれでもかっていうぐらいの量の砂糖と、これシナモンですね、40g のねグラニュー糖を今日は入れていくということなんですが、これでもね、私ちょっとさすがにひよっちゃって、先生の半分ぐらいの量なんですよ。もう先生はね、この一面が茶色いシートになるみたいな感じでやってはったから、これでも半分ぐらいね。はいそんなこんなんでさ、やっぱさ、巻いていきますね。知らない方がいいことってあるよね。なんかもうこの材料のさ、バターとか砂糖の量って知らない方が良かったなっていう感じなんですが、やっぱね、この巻き始めがちょっと巻きにくいですね。なんかこうシナモンとお砂糖がつるっとしちゃって、だからなんとかこう取っかかりを作って巻いていくっていう感じですね。で、シナモンロールね、大きく2種類ありますよね。フィンランドのなんて言うんでしょう、真ん中がギュッと押さえられてて、左右に渦巻きがピャってなる、ちょっとおしゃれなね感じのやつと、アメリカのスタイル、今日作っていくやつなんですけど、そのアメリカのスタイルの特徴としてクリームがたっぷり塗ってあるんですよね。で、そのクリームがクリームチーズだったりとかバターだったりとかで作るっていうのがちょっとアメリカのスタイルということで、今日はそれに挑戦していきますね。で、巻き終わりましたので、最後をしっかり留めていくと。だいたいここがねピャッとなっちゃうんで、割とギュッとめでいきました。完成ですね。じゃあ切っていこうと思います。今日は5センチぐらいですかね。結構分厚い感じでいいねこの渦巻きのやつはいつ見てもいいね。いいね。5センチぐらいに切っていきます。バラバラ高さ調子に乗ってたら高さがバラバラになっちゃったんで、ちょっとねなんで切って貼ってして修正しました。しなくてもよかったかな。でもなんかちょっと気になったんでしてみました。で、1時間ほど置いてみましたね。まずなんかね、汁出てきたっていうのと、そうなんかさ、こういうやつって
これでもかってぐらい、こう、なんていうの、飛び出してくるからさ、ちょっと抑えときますね。私のきっとね、作り方が良くないんでしょうけど、なんかビヨーンって飛び出してくるから、ちょっと抑えたんですが、今日だからむぎゅむぎゅのやつが作りたいからね、ちょっと 4×4 ぐらいでよかったかな。いや、そうなるよね。一個一個は綺麗やけどね。なんやろな。なんであんなにギュッと閉じてもこうなっちゃうんやろうね。で、こうなっちゃうのはいいねんけど、もうちょっとだからね、こうギュッギュッギュッと 3×3 じゃなくて 4×4 やったかな。まあ、もう、大事なのはここですよ、今日は。このフロスティングっていうんですかね。クリームチーズと今日は、ブルルルってなってたクリームチーズに粉砂糖と牛乳を入れて、作ってみました。で、ちょっとね、アイシング、いわゆる、なんていうんですか、砂糖とお水で作る、もっと、ひょろんとしたやつよりもちょっと固めの感じになりましたが、今日は私ちょっとこういう感じでやってみたかったので、いい感じと思います。ということで、できました。かわいいんちゃう？ちょっとね、ちぎりパン風に寄せてみました、ギュッと。でくっついてほしいんそこちゃうけどな。ちょっとなんかね、お砂糖が溶け出したのか、こんな感じになりまして、これあれやな、増築したやつやな。見た目はね、どう？そんなに良くないかもしらんけど、まあ可愛いでしょ。ちょっと割ってみます。そこを食べていくっていう独特のいただきます。味はもう5000点ぐらいいってる。めっちゃ美味しい。そう、このさ、クリームさ、私今日初めてだったんですね。このクリームチーズのフロスティングクリームっていうんですかね。なんですけど、なんて言うんでしょう。このアイシングとはまた違って、で、クリームチーズなんだけど、クリームチーズ感もそんなになくて、美味しいミルクフランスとかに入ってるミルクのクリームみたいな感じに近いお味ですね。すっごい美味しくできて、このクリームはちょっとこれから先も作っていこうかなっていうやつができましたね。見た目はさ、もうちょっとさ、むぎゅむぎゅってしたやつを作ってみたかったので、ちょっとまたやってみようかな。やってみるね。じゃあ今日はこの辺で失礼いたします。皆さんご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。